鹿島八房の歴史は昭和4年、西暦1929年に遡ります。造園業を営む大川さんという方が鹿島神宮の境内周辺に生えていたもみじの小さな苗を数百本抜き取り、自宅の庭に植えて育てました。その中の一本が鹿島八房です。つまり、たくさんある中から選ばれた優秀なもみじです。その選ばれた理由というのは、やや小さめな葉っぱの大きさと、八房製で、丈夫であり、葉っぱの形も良いところだと思われます。昔の書籍によると、地植えとしても、あまり伸びず、低い生垣に向いている、この品種の一番の生かし方は、盆栽にすること、と書かれております。私も、個人的に、もし、もみじの盆栽を作るなら、この鹿島八房が一番良いと思っています。流通が始まった当初は、千葉の植木業者が販売していたため、千葉八房という名称もあったようですが、現在は主に、鹿島八房という名前、または、鹿島もみじとして流通しています。似たような品種に、清姫がありますが、清姫は、葉っぱの付き方が、少しバラバラな方向を向くような性質を持っているように思います。その点、この鹿島八房の葉っぱは、全体的に太陽の方を向いて、自然な感じがします。また、清姫の葉の裂片は、5列の形が多いのに対し、鹿島八房の葉の裂片は、7列が多いので、なんとなく丸みがあって、繊細な感じがして、私は好きですが、そのあたりは、人それぞれの好みがあるかもしれません。八房製で、葉っぱが密集しているので、残したい枝だけを残して、剪定するだけでも、盆栽っぽく見えると思います。ちなみに、我が家の鹿島八房は、特に剪定もしていないので、葉っぱが密集して、風通しが悪い状態ですが、今まで、うどんこ病などにはかかったことがありません。できれば、もっと大きくしたいのですが、石棺が詰まっているせいか、なかなか早く成長しません。もみじの盆栽の作業として、袴取りや、目摘みというものがありますが、葉っぱの多い、この鹿島八房でしようとしたら、疲れて倒れるかもしれません。途中で、キーッとなったり、イラッとしたりして、私には無理です。だから、何もせず、放置気味で自然に任せることにしています。それから、秋の紅葉はいろいろな色になりますが、赤一色とか黄色一色などに紅葉しません。清姫などもそんな感じです。秋の紅葉を楽しみたい人にとっては最後に残念なお知らせでした。このもみじだけのくだらない動画の最新情報を見逃したくないというマニアックな方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。この動画が皆さんのガーデニングライフのお役に立てれば幸いです。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。이 동영상이 여러분의 원예 생활에 도움이 되면 다행입니다. 또한 다음 동영상에서 만나요. 시청해주셔서 감사합니다.